Hey guys, what's up? Welcome to かなちゃん TV へようこそということでですね、Today's エピソードは、まあそうですね、Q&A でもやったろかということで、やったろやないか、やってみようやないか、トライしてみようやないかということで、やってみたいと思っております。まあ、もうね、この YouTube チャンネル、かなちゃん TV、なんと、だいたいですね、5年ぐらいやってるんですよ。ほんで、あんまりね、自分のことを語ってないというか、っていうところがあったので、まあちょっとね、語ってみたらやないかと。まあ語るじゃないですね。まあ Q&A でもやって、まあ、自分のことをちょっと分かっていただこうやないかと。評判が良ければ、第2弾、第3弾と、第2弾、第3弾とやってみたいと、やろうと思ってますので、ぜひ、高評価、サムズアップをしていただけたらなと。あと、まあ、登録もお願いします。なんですけれども、まず、そうですね、よくね、ファンの方から、まあ、質問をいただいたりとかするので、まあ、それに答えていけたらいいなと思っております。はい。ほんでですね、まず、じゃあ第1問。第1問とか言うかな、第1問。YouTube をやるきっかけは何ですか？まあ、きっかけというか、まあ、なんでやってるんですかという、ことを、答えていきたいと思います。まあね、やっぱりWWE をね、あまり知らない人とか、詳しくない人、で、プロレスに、まあ、詳しくない人とかにも、私のことを知ってもらえるきっかけになったらいいなっていうのがあって、まあ、YouTube を始めたっていうのもあり、身近に思ってもらえたら嬉しいなっていうのがあって、まあ、今回ね、サマスラムの、イベントがあって、写真会みたいなのがあったんですけど、これね、ファンの、WWE ユニバースの人たちからね、こういう、ブレスレットもらったんですけど、まあこういうね、なんか、あの、触れ合うことがあまりないから、そういう意味でも、こうやって YouTube をやることによって身近に、あの、か感じてもらえたらなって思ってます。で、まあ、みんなからも、かなちゃん TV 見てるよっていうのを言ってくれるんで、ちょっと前まではね、なかなか更新もできなかった、膝の怪我もあったりとかしてて、できなかったんですけど、まあ、今はガンガンやってますんで、見ていただけたらなと思っております。次は、なんでこの世界に入ったんですか？どうやってこの世界に入ったんですか？みたいな、きっかけはみたいな感じですかね。日本でね、ずっとね、プロレスラーになりたかったんですよ。もう15歳ぐらいの時から、もうなりたいと思っててんけど、で、17歳ぐらいの時に親にね、なりたい、プロレスラーになりたいねんって言ったんやけど、親に反対されて、ちょっと断念したんですよ、その時は。で、まあ、デザインとか、絵描くの好きやったんで、デザインの学校に行って、で、デザイナーになったんですよ。でも、20歳の時に、うわ、やっぱりどうしてもやっぱり、プロレスラーになりたい。もう今しかない。もう、何でもいいから誰かに後押ししてもらいたかったっていうのもあって、で、ある時に、第三の目を持つと言われている、まあ、有名なね、占い師さん、有名らしい。私あんま知らへん、あんまっていうか全然知らへんかったけど、有名な占い師さんっていうのを紹介してもらって、どうしてもプロレスラーになりたいんですよって言った時に、いや、もう、プロレスなんてもう危ない仕事やからほんまやめた方がいいって言われて、当たり前やんけ。はぁと思って、次の日にレスリング会社に電話して、入団したいですっていうのを電話したんです。それがきっかけですね。だから、ある意味その第三の目を持つ占い師さんが、まあ、後押ししてくれたっていう感じですね。座右の銘は何ですか？これはですね、まあ、媚びないことですね。媚びない。いや、ファンとかね、メディアにね、一切媚びないので、もう一切マジで媚びないんで、もうスリスリお願いします。
私のこと好きになってーとか、そんな、ね、こびません。こびないので、一部の人たちにもうめちゃめちゃ嫌われてます。一部の人たちにめちゃくちゃ嫌われてます。はっきり言って。はい。でもですね、その他の人たちにはめちゃめちゃ好かれてます。どっち取ります？めっちゃ好き。めっちゃ嫌い。どっちでもいい。どっち取ります？じゃないけど、嫌いでもない。どっち取ります？めっちゃ嫌い。めっちゃ好き。めっちゃ嫌い。好きでも嫌いでもない。どっち取ります？わかりますか？めっちゃ嫌いかめっちゃ好き。もうそれでいいです。はっきり言って。だから、こびるようなダサいことはしまへんってことですわ。アメリカに来てハマった食べ物は何ですか？これはよう聞かれますけどね。その時によってちょっと答え変わってしまってるかもしれまへんけれども、一番最初にオーランドのパフォーマンスセンターに初めて行くっていう時の空港の、乗り継ぎの空港で、チポレを食べたんですよ。チポレの、あれなんつうんやっけ。トルティーヤの、ブリトーを食べた時にむっちゃ美味しくて、Oh my gosh! So good! So delicious! って思って、So good! So good! みたいな感じでめちゃくちゃハマって、めっちゃ美味しいと思った。大好き。最後の質問になります。はい、最後の質問は、新人時代、大変だったことは何でございましょうかっていうことなんですけれども、新人の頃は、本当に大変。本当に大変でした。もうほんまに何回逃げ出そうかと思ったか、その会場の、トイレとかで、ちょっと一休みをしながら、もう絶対逃げたる。もう、このトイレから出たらもうすぐ逃げようとか、ここはもう我慢して、でも、ここは我慢して、寮まで帰って、リングを下ろしたら、トラックから下ろしたら、で、一息したら、もう、逃げよう、と何度思ったことかわかりません。はい。それぐらい、辛い思いを、辛い大変な思いをしておりました。私が一番新人だった頃、ツアーがあったんですよ。よくツアーがあったんですけど、私が新人の時は。で、ほんまそれが辛かったですね。だいたい2日間やったとして、私その時は2日間じゃないけど、だいたい2日間やったとしたとして、まず、寮に住んでました。で、もう早朝ですわ。8時とか9時、もうちょっと早いから8時かな。8時ぐらいに朝からリングをトラックに積みます。あんな重い鉄骨を。5、6人ですかね。5、6人の新人って言っても私の先輩ですよ。1個2個ぐらいの先輩と、もう、運んで、トラックに積んで、それから車で何時間もかけて、移動、会場まで行って、その時は運転はしませんけど、会場まで行って、降りたらもうすぐ、控室を作らないといけない。机を、並べて、で、椅子を並べて、で、どこにどの先輩を置くか考えて、ほんで、リング作りがあります。で、まだこうやって重いのを、もう行ったり来たり、私が一番新人なので、もう一番働かないといけない。それだけじゃなくて、いろんな先輩の、なんていうんですかね、ダンベル持ってきてとか。
控室から会場にダンベル持っていったりとか、まあなんかいろんな、雑用をさせられます。ほんで、試合をします。で、その後にリングを片付けます。そしたらね、やっぱりね、食事会っていうのがあるんですよ。お世話になった人たちのが、開いてくれる食事会っていうのがあって、新人は出されたものはもう絶対残したらあかん。もうパンパンになるぐらいまで食べて、もう食べられへんっていうぐらいまで食べないといけない。で、私は一番下。全部食べなあかん。もうお腹パンパン。もう食べられへん。で、もう動けないっていうぐらいの時になって、解散。で、深夜の1時ぐらいですかね、解散するのが。で、1時から先輩たちのコスチュームを集めて、コインランドリーに行って、洗って、その間も1時間ぐらいかかりますか？ 1 時間もかからへんかな。で、終わります。また、回収します。で、先輩たちのホテルのルームまで行って、一人ずつ返します。で、一部の先輩に関しては、私が干さないといけない。だから自分の部屋に戻って、先輩のコスチュームと私のコスチュームを干して、で、寝る。で、まあその時はもう3時。深夜の3時か4時ぐらいです。で、寝る。で、起きる。まあ朝の8時か9時ぐらい。絶対乾いてない、コスチューム。だから、ゴミ袋に先輩のコスチューム入れて、で、ドライヤーを突っ込んで乾かす。それから、会場に車で行きまして、移動します。1時間、2時間くらいかかりますかね。で、控室を作って、会場着きました。控室作って、リングを作って、そして、その一部の先輩のコスチューム、乾いてるかどうか。まあ、一つ先輩に、これ乾いてますよねって言って、うん、乾いてるよ、大丈夫。って言ってチェックしてもらって、あ、よかった、オッケー。ほんで、畳んで、先輩の、机の上に置きます。ほんなら、その先輩に、乾いてねえじゃねえかよって言って怒られるっていう。あ、すいませんって言って、ドライヤーで、ゴミ袋とドライヤーで乾かしてみたいな。準備するのもギリギリ。だからもう化粧もできません。だからコスチューム着るのがもうギリギリですわ。で、もう化粧もせずに試合して、で、リング片付けして、長時間、車で移動して、そして寮に戻って、リングをトラックから寮に戻して、で、やっとこさ、休める。で、まあ、1個か2個ぐらいの先輩と、ちょっとお話をする。それだけが楽しみみたいな。それだけもう本当に辛かった。本当にね、たくさんありました。私がね、結構ね、雑誌とかに取り上げられてて、で、先輩に、何もしてないのに、雑誌にいっぱい載ってるからって、調子乗んじゃねえよって言われたりとか。まあ私より下の子たちは、一部の団体はあるかもしれないけど、ほぼ、私より下の子たちはそういう経験はしないんじゃないかな、とは思います。し、まあそういう環境は特に、いいとは思ってない。その経験をしたことによって、こいつ抜かしとんねん、これボケみたいな気持ちと、我慢や、今だけやっていうその忍耐力、そういうのはついたかなとは、まあそれのおかげでついたかなとは思いますけど、私はおすすめはしないですけどね。はい。こんな感じで、まあちょっとこの Q&A、私が
選んだ9、クエスチョンなんで、皆さんがほんまに知りたかったことなのかどうかはわかりませんけれども、まあ、あの、コメント欄とか、私のツイッターとか、そういうので、入れて、質問してもらえたら、もしかしたら採用されるかもしれないっていうぐらいの感じで、そんな感じでございます。ということで、Thank you for watching. Please subscribe to my channel and thumbs up. ということで、この企画が、評判が良ければ第2弾、第3弾となると思いますんで、ぜひぜひ高評価というか、いただけたらいいなと思っております。ということで、これからもかなちゃん TV をよろしく。